こんにちは、月島です。今回は購入して6年くらいになるコンデンサーマイクノイマン TLM107 のレビューをしていきたいと思います。今回の動画では内容物や録音比較など5つの項目に分けてお話をしていきます。まずは箱やサスペンションホルダー等の内容物を見ていきたいと思います。それではパッケージと内容物について見ていきたいと思います。ノイマン TLM107 の箱です。紙のパッケージがあり、中には木箱が入っています。紙の箱と木箱がぴったりサイズなので、出し入れしていると木箱の金属で紙のパッケージが傷みます。普段はマイクは防湿庫に収納し、箱はいつも押し入れにしまっています。箱を開けます。木箱の中にはマイク本体とマイクホルダーがあり、他に説明書とワランティーカード、オーナーズカードが付属します。最近購入した U87AI にはこのカードは付属していませんでした。廃止されたのかもしれません。付属のマイクホルダーだとクッション性がないので、ノイマン純正のサスペンションホルダーも当時購入しました。写真等では EA4 というモデルのサスペンションホルダーがよく写っていますが、私は EA1 というモデルを使用しています。ノイマンの純正ホルダーは高価なので、マイク購入当時に中古で見つけました。こちらが EA1 というサスペンションホルダーです。U87AI のサスペンションホルダーと共用できたらいいなと思ったのですが、ここのネジ部分の形状が違うので、それぞれホルダーを用意する必要があります。次はマイク本体と仕様を見ていきたいと思います。まずサイズと重さです。高さが 145mm、直径が 64mm、重さは 445g です。ずっしりと重たく密度感がある感じです。本体正面にはノイマンの赤いエンブレムがついています。TLM シリーズは赤いエンブレムです。U87AI は青いエンブレムです。マイクの裏面には一番の特徴でもあるナビゲーションスイッチというボタンがあります。オーディオインターフェースに接続してファンタム電源を入れると点灯して使用できる状態になります。ファンタム電源を入れます。点灯しました。このランプは15秒経つと消えます。ランプが消えた状態の場合、スイッチを押し込むとランプが点灯して選択した状態を確認することができます。またスイッチを上下に動かすことで指向性を選択できます。選択できるのは無指向性、ワイドカーディオイド、広い単一指向性、カーディオイド、単一指向性、ハイパーカーディオイド、狭い単一指向性、総指向性です。次にスイッチを左に動かすと入力感度を調節できます。0dB、-6dB、-12dB で選ぶことができます。スイッチを右に動かすとハイパスフィルターを3種類から選択できます。LIN はリニアで 30Hz くらいからナチュラルにローカットされます。他に 40Hz と100Hz が選択できます。その他の仕様です。周波数範囲 20Hz から 20kHz、最大 SPL、141dB SPL、SN 比 72dB です。マイクの型番についている TLM というのはトランスレスマイクの略です。ですので
TLM107 はトランスの入っていないマイクということになります。同じノイマンの定番マイク U87AI はトランスが内蔵されているマイクです。トランスとは簡単に言えば電気の増幅回路です。これを内蔵しているということはマイクの中にプリアンプが入っているようなイメージです。カプセルに入ってきた微弱な電気信号をすぐに増幅することによって安定的なサウンドが得られるということになります。ちなみにオーディオインターフェイスの入力ゲインを同じ値にして TLM107 と U87AI の音を録音してみると録音結果はだいぶ音量差があります。U87AI はだいぶ大きく TLM107 は小さいです。トランスがあるメリットは安定的なサウンドが得られるということですが、デメリットはコストが上がりマイクが高価になってしまうことです。またトランスがあるマイクの方が絶対にいいということではなく、録音された音の好みは人それぞれですので、トランスレスのマイクの音の方が好みという場合もあり、正解はないものだと私は思っています。録音される音が小さくても入力ゲインを上げたりコンプレッサーで処理すれば問題はないです。次は録音比較をしてみましたので聞いてみてください。使用するマイクはノイマン TLM107、ノイマン U87AI、アーカーゲー C214 です。録音比較の音声は音量調節のみでエフェクト処理はなしで取って出しです。またこの動画の音声はすべてダイナミックマイクの手話 SM58 で録音しています。ゴッパーはコンデンサーマイクに比べてホワイトノイズが多いので、録音後に DAW でノイズ除去、イコライザー、コンプ処理をした音です。こちらも参考にしてみてください。こんにちは、月島音楽堂です。マイクのテスト中です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 。
はい、いかがだったでしょうか。 TLM の意味のところでお話ししましたが、トランスがあるからいいとも言い切れません。このマイクを6年くらい使用してきて音に慣れているということもあるかもしれませんが、私は TLM107 で録音した音が結構好きです。そもそもマイクというツールはたくさんのメーカーが販売し、たくさんの種類があります。きっとその中にもっと気に入るマイクがあるのではと思うと、いろいろ試してみたくなります。今のところは U87AI と TLM107 と C214 を使い分けて録音自体を楽しみたいと思っています。それでは最後までご視聴ありがとうございました。